おはいえなし。2025年9月25日から28日の計4日間、幕張メッセで開催された東京ゲームショウ2025に行ってきました。いろいろな方にご挨拶しながらも私有したこの6作品のレビューは概要欄の動画を見ていただくとして、この動画では東京ゲームショウを通じて私が感じたことを、結論は動画タイトルとサムネ通りなんですが、そこに至るまでのいくつかの感情とそことは全然関係ないただの自分語り含めダラダラと雑談します。インフルエンサーども以外の皆さん向けに特にメッセージ性とかはないので、お米研いでる間にでも聞いてください。あと聞き流しながらでもいいので、皆さんの東京ゲームショウの感想をぜひコメントにてお寄せください。早速本編どうぞ。家なしララチャンネル。東京ゲームショウの開催は今年2025年で35回目らしいんですが、私はゲーム好きを気取りつつも今まで一度も東京ゲームショウに行ったことがありませんでした。なぜかというと、もったいぶられるのが好きじゃないからです。私は普段からゲームの体験版ほとんどやりません。だって始めたらガッとやりたいじゃん。万一おもろってなった時、途中で取り上げられるのが耐えられない。それと同様によく新作ゲームのプロモで公式の X から新キャラだ、新ステージだ、新要素だ、ちま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 小出しされるのも、あと例えばまだ2025年9月なのにドーンうんたらシリーズ最新作制作中2028公開というのもあんまり好きじゃありません。出たらまた教えてって思っちゃう人です。忍耐で発表されるアーカイブソフトぐらいスパッと唐突に出してくれるのが最高ですね。東京ゲームショウも似たような性質だと思っていて、なんなら現地まで行って私有列並ぶ分、純粋にゲームをしに行くことだけを考えれば、むしろなんでわざわざ行くのとか思ってたぐらいです。ゲーム好きが大勢集まってワーワーやる空間そのものに価値があるんだろうが、はい、そんな陰キャがじゃあなぜ今回から東京ゲームショウに行くことにしたのかというと、単純に必要性に迫られたからです。これまでは別に面白ゲームをいち早くキャッチする必要なんてなくて、どうやら面白いらしいぞっていう噂をトリガーに一定程度面白さの保証が取れたゲームだけを美味しくいただくレイトマジョリティ的なポジで問題ありませんでした。ただ気がついたら私は面白ゲーム E フラッシュ君の性格も得始めていて、これは純粋にありがたいんですが、いくつかの面白ゲームにおいては企業の PR 案件として布教させてもらっていますが、この世にそういう人は吐いて捨てるほどいるので、これまでよりも早くかつプロアクティブに潜在的面白ゲームを認知しなければいけない。であれば東京ゲームショウのようなイベントにも顔出し、ゲームの使用するのはもちろん、生のゲームお祭りだからこそ得られる情報、例えば出展企業ごとのプロモーションの質や量、来場者の属性、そういった二次情報も把握しないとなと思い腰上げて東京ゲームショウに行った次第です。そうして得た感想が3つあるので共有します。1つ目、ほんと単純で恐縮なんですが幸せだわ。すごいゲームがたくさんあるよ。1作品1作品とんでもねえ人と物と金をかけてこの場に出展されている。なのに私はたかだか数千円、なんなら物によっては基本無料でプレイさせてもらえる。昔もゲーム自体はたくさんあったと思うんですが、自分が好きそうなジャンルで絞った時に今のようにやりきれないという焦燥感に至ることってあったかな。もちろん今は昔ほどゲームに時間割けないってのもそう思う要因としてあると思うんですけど、それでも供給量がドカ増ししてることは明らかで、とても1日じゃ回りきれないブースを眺める中で、自分の趣味がゲームであることとそのゲームがひたすら押し寄せてくるこの状況、両方が重なっている幸運に感謝しました。ここで一つ先日の東京ゲームショウゲームレビュー動画についたコメントをご紹介します。名調を始めてから家なしララチャンネルの世界観広がりましたね。やかましいわ、お前何様やねんと言いたいところなんですが、本当にその通りですね。さっき自分が好きそうなジャンルで絞った時にと言いましたが、今私がゲームが押し寄せてくると思うのは、私自身がゲームの守備範囲を広げる努力をしたからってのはあると思います。それは素直に良かった。知らんは今日の動画がお前と初対面じゃという方は、もし興味があれば概要欄記載のこの動画もご視聴ください。ただこういう話をすると人によってはあんまりいい受け止め方しないんじゃないかなと思うので補足したいんですけど、結局のところ私たちは楽しむためにゲームをするのが目的であって、ゲームを楽しめてさえいれば一つのゲームだけをずっとやっていようが、たくさんのゲームを浅く触れていようが、どっちだっていいと思います。要するにこのゲームしかやらないお前は世界が狭いというメッセージは1ミリもない。その点はご承知おきください。ただなんか新しいゲームやりてーって思ってて、自分が関心のない、もっと言うと毛嫌いするジャンルに手を出すのが億劫と思ってる人いれば、私はその段差を踏み越えたことで見識広がった感覚あるので、手出してみるといいんじゃないかとは思います。あわよくばそれが当チャンネルで取り扱ってるゲームだったら嬉しいです。脱線しましたが、ゲームいっぱいで幸せ、これが1つ目の感想です。感想2つ目、クリエイターこそが最も尊い存在である。今年の東京ゲームショウの出展者数は1136社と過去最多らしいんですが、実際に現地行って出展サイドと来場サイドの人数比率を見ると、すげえ当たり前なこと言うんですが、来場サイドの人数がどちゃくそ多くて、そして私はビジネスデーに行ったので、その来場サイドには同業のゲームクリエイターも含まれている一方、ぶら下げてる入場パスを見るにゲームメディアやインフルエンサーも多分に含まれていました。あと一つの企業ブースで名
名刺交換してもその企業に属する人よりも広告代理店の方が多いこと、ゲームを作る人とそれを伝える人に分けた時、別に数えたわけじゃないんですけど、伝える側の人ってすごく多いんだろうなと思いました。少なくとも一昔前よりは確実に肥大しているはずだって。人の可処分時間は今と昔で不変なのに娯楽ばっかり増えてるんだから、企業側の都合として昔以上に認知されるための活動にリソースを割く必要があるはず。といったって PR 活動に必要なリソースを常時最大値抱えているわけにはいかないんだから、伝える専門の人たち、例えば広告代理店とかその先にいるインフルエンサーに PR を外注するというニーズが生まれるはず。一方でゲームプレイヤー側の都合としても昔よりも娯楽が増えてるんだから、自分の貴重な可処分時間を万が一にも外れゲーなんかに費やしたくない。そのためには企業主体の発信だけではなく SNS 上の不特定多数が、あるいは推しのインフルエンサーがワーワー言ってるゲームに食いついといた方が安牌と考える。もっと言うと自分では全部消化しきれないからインフルエンサーがやってるの見て終わらせよう、そういうニーズも出てくるはず。ちょっと長くなっちゃったんですけど、ゲームを作る人と伝える人のうち、伝える人へのニーズは企業側ユーザー側両面から高まるはずなので、伝える人の比重がどんどん増えちゃうのは自然の摂理で、是正すべきいびつな構図だとは捉えていません。ゲームを作る人目線で見た時に、広告代理店やその先にいるゲームライターやら VTuber やらコスプレイヤーやら同人作家やらにバカにならない金を払わなきゃいけないことをどう思ってるかは分かんない。自分だったらその金ゲーム開発に使わせろよって思うかもしれないけど、ともあれインフルエンサー方はしょうがない。なんだけどゲームを作る人こそが最も尊い。これを今一度胸に刻まなきゃいけない。1億総ゲームクリエイターなら別に支障はないけど、1億総ゲームインフルエンサーだとインフルエンスの対象がなくて滅びます。この基本的な構造を忘れずクリエイターをリスペクトし続けよう。ビジネスデーにもかかわらずごった返す雑踏を見て改めてそう感じました。感想2点目以上です。で、ここまでは別に毒にも薬にもならないことを言ってるので、そうですねぐらいで終わると思うんですが、最後はちょっと石を投げる話です。感想3点目、クソ情報絶対に許さない。日本ゲーム大賞2025、ドラゴンクエスト3、そして伝説へ年間最優秀賞受賞、絶対に許さない。まず最初に断っておきたいことがあって、私は今からドラクエ3リメイクを叩くんですが、ドラクエ3リメイクを楽しめた人を否定するつもりはありません。私のような他人がピーピーわめいていようが、自分が楽しいと感じられたならそれで OK だと思っています。私が私の尺度でドラクエ3リメイクだけを叩いていると捉えてください。その上での話なんですが、あんな魂の抜けたしょうもないリメイクが年間優秀賞受賞、つくづく茶番だなと思います。 Amazon 見返したら気づいたら評価値 4.4 になってるし、私のゲーマー人生をかけて断言しますが、絶対に数値操作してます。日本のゲーム大賞がゲームの面白さだけではなく、というかゲームの面白さではなく、大人の力学をもとに選考されていること自体を私は今更嘆いているわけではありません。ノーベル平和賞すらそうなんだし、それに星の数をいじる印象操作そのものにイラついているわけでもありません。というのも最近そういう小細工やステマがいかに蔓延しているのか、その手段含め今まで以上に生々しく見えるようになってきてて、その現状にだるとは思いつつも、ここまで横行していれば囚人のジレンマじゃないけど、自分たちも手を染めないと損するだけだから操作するという事情は消極的ながらも理解できます。あとスクエニの場合、スクエニってだけで軽率に星1評価するアンチも見受けるので、そういう個別事情も踏まえるとなおさら。じゃあなんでそんなプリプリしてんのかというと、そういう小細工をかけるのは全部ゲームが面白いことが前提だもん。面白ゲーム A vs 面白ゲーム B、コーツつけがたい。そういえばゲーム A の会社さん、うちの団体からの天下りポスト多いよね。ゲーム A ゲーム大賞おめでとうございます。面白ゲーム C vs 面白ゲーム D、 面白ゲーム C はどうやらイラストレーターに金払ってエチエチイラスト描かせてるようだ。よし、じゃあ俺たちゲーム D も超ドスケベイラスト描いてもらっちゃおうぜ。これならまあわかる。面白ゲーム同士が殴り合ってる中、プレイヤーへのラストワンマイルを制するためにこすい真似するのは、最終的にどっちが勝とうが手に取った人がプレイするのは面白ゲームなので、だったらまあ好きに戦争してくださいって思う。でも一方で面白くもないゲームが先々のドラクエ 1,2 リメイクの反則を見越し、厚かましくも表舞台に再びしゃしゃり出て、本当に面白いゲームをかき分けて社会的な評価を受けたかのように錯覚させるのは本当にクソだと思います。なぜならその評価を見た人がこのゲームは面白いのかなと誤認し、面白くもないゲームをプレイして貴重な時間と金を無駄にすることになるから。従来ドラクエ3リメイク自体は以前の感想動画で言及した通り、スクエニの SS 級タイトルなのにリメイクでこんな魂こもってなくていいのかよぐらいのややネガティブな気持ちにとどまっていましたし、実際さっきのクリエイターはリスペクト話じゃないですけど、いろんな制約下でゲーム開発しなきゃいけない中、時にはいまいちな品質で世に出てしまうこと自体そんな徹底的に叩く話じゃないとも思いますが、賛否両論の評価に蓋をして、実際はドラクエブランド
度の信頼貯金を切り崩して売っただけにもかかわらず、授賞式で目標本数を達成したことだけに言及するのは個人的にはとても不快で、この作品が嫌いになりました。もう一回言いますが、別にすでにドラクエ3リメイク楽しんだ人をディスるつもりは一切ありません。なんかリリース半年後にアップデート入って少し遊びやすくなったらしいですしね。とはいえ私としては優秀賞受賞に元来したこと、皆さんにはこのゲームをおすすめしたくないことを改めてお話しさせていただきます。で、これがこの動画で一番言いたかったことではなく、一番言いたかったのはサムネの通りです。これまで話した通り、企業が発信する情報はもちろん、第三者組織の訂正情報も、客観性があると誤認しやすい定量情報も、実際は恣意的なノイズが混じりまくっています。そんな状況だからこそ信じられるのは、自分が実際にゲームをプレイしてどう思うかという主観、これだけであり、軽薄な立場である私は、せっかく軽薄な立場にいるんだから、クソゲーだと思ったらちゃんとクソゲーって言おうと思いました。私みたくたまに企業から PR 案件をいただく動画投稿者や配信者の立場としては、ネガティブなコメントを発信するのは正直リスクとリターンが全く見合っていません。というのも、まずネガティブなことを言うと、そのゲームが好きな人から反感を買うし、それとディスったゲームの会社から案件をいただく道が断たれますし、そうでなくても他の会社からもこいつ突っ込んだこと言ってきそうと警戒され、発注が及び腰になりますし、 YouTube の広告収入がしょうもない一方、多くの場合企業案件の方が見入りがいいでしょうから、金のことを考えるにしてもネガティブ発言は百害あって一理ありませんが、そういう理性的なロジックで全員がネガティブな発言を控えてしまうと、さっき一例を挙げたように中身はそんな面白くない、だけど金やら何やらの力を使ってうまく化粧したゲームがはびこって面白いゲームを埋没させてしまう。それは私がチャンネルを使ってやりたいこと、限りある時間で面白いゲームをみんなで最大限楽しむから遠ざかってしまう。だから私はネガティブなこともちゃんと言おうと思った次第です。特にゲームメディアとか企業に近いインフルエンサーってよくこういう情報発信するじゃないですか。〇〇をプレイしました、先が気になるシナリオと可愛らしいキャラが魅力的ですね、2026年リリースに向けて鋭意開発中です、今後に注目ですね。こういう毒にも薬にもならない発信、自分は別に楽しいと思わなかったけど、その企業との関係性を断ちたくないがゆえに、自分がどう感じたのかに正面から答えず、保留みたいな文章コメントを残すやつ、こういうのって単独では無害な情報ですけど、この世全体の情報量を希釈させて、本当に面白いゲームをこの世から発掘するための妨げになっているという意味では、私としてはあまり好きではない類の情報です。だからネガティブな情報をきちんと残すのも、相対的に面白ゲームにたどり着く確率を上げる上では価値があると考えています。自分の尺度でやるなんて独善的ななんて思う人いるかもしれませんが、さっき言った通り世の中の定量訂正情報は多くが傷物なので、全員が全員自分の尺度で喋るしかなく、全員が全員自分の尺度で人の意見を吟味するしかないっしょと開き直っています。競技4パチとかラストリベリオンとかホームラン級のクソゲーなんて出てこず、出てきてもなんか金はかかってるんだろうけどというゲームが多いと思います。だからドストレートに面白くないですっていうほどではっていうケースが多いとは思うんですけど、だとしても企業が準備しているアピールポイントを繰り返すだけの広報代行的な発信ではなく、売りが何か分かりにくいとか、この要素はこういう人なら受けるとか、せめて自分がどう思ったのかをちゃんと添えられるようにしようと思いました。ただ1点だけ動画タイトル詐欺していて、さも全インフルエンサーがそういう心得を持つべきだみたく言ってますが、別にそこまでは思っていません。結局は役割分担の話で、企業の実質的なお抱えになって企業が自前で確保できない広報機能を流動的に担うインフルエンサーも企業サイド側に需要としてはあるでしょうから、そこの需要を取りに行くインフルエンサーを私は全然否定するつもりはありません。それにそういう動きを取るかはインフルエンサー自身の成長フェーズも関わると思っていて、例えばまだまだ自身が小さいから何でもいいから企業案件の実績が欲しい、だから最初はゴリゴリ企業の顔色を伺って発信するっていう動き方も何も否定される話じゃないと思います。ただ私は自分については最終的には面白ゲームをみんなで最大限楽しむために、面白ゲームは面白いと言って直接的に布教し、そうでないゲームはそうでないということで間接的に面白ゲームを引き立たせられる人になろうと、東京ゲームショウを通じて飛び交う情報を見て改めて思いました。やっぱ企業案件ってゲームやる、ハマる、企業から声かかる、 PR 案件として布教するって流れが一番幸せだよな。そういう意味では名著には改めて感謝です。これは私が勝手に自分がそうなろうと言ってるだけですが、少しでも共感するインフルエンサーの方がいらっしゃいましたら、悪いことはちゃんと悪いというこのリスク一緒に取っていきましょう。感想以上です。あと最後に一つ付け足すならあれですね、今回私は6作品見て回ったんですけど、それら全部分かりやすく話題作、実績あるメーカーの作品であって、本当に面白ゲームを発掘したいならさらに愚直な土佐回りが必要だとは思うんですけどね。それも原神とか既存のゲームシステムの焼き直しみたいなゲームではなくて、なんか革新性のあるゲームとして面白いやつを見つけに行く気概も必要だと思います。グラビティデイズとかグノーシアとか戦場のバルキュリアとか、そのあたりは私もすごい感動したので、こういうの見つけられるようになりたい。
いい意味でもそうでない意味でもいろいろ考えることあったので、東京ゲームショウ行ってよかったなと思います。また行きます。別にこの動画の話に限らなくてもいいので、東京ゲームショウ行った方の感想コメントをよろしくお願いします。これに限らずゲームイベントに積極的に足運びつつ、最新の面白ゲームを発掘できるよう努力しようと思いましたので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。おつゆなし。